サイズ感的にはどうですか？めっちゃいい感じ。感じです。よりもっと自然にやりたかったら、今後脂肪注入とかもありかなと思いますね。脂肪筋包協メインで行っている森脇真です。今回は22歳女性のシリコンバック包協のマーキングから施術風景、術後1週間のダウンタイム経過、そしてビフォーアフターを見ていこうと思います。この方は 235cc のモディバエルゴノミクス2デミという大きさと高さのものを使って行っていっています。それでは早速見ながら解説していきます。包協ちょっと思ったりだけを胸が小さいから服とかも綺麗に着れないんで、ドレスとか着るそうです仕事なので、胸があった方が映えるので、確かにね、お腹とかもすごいラインがあって綺麗なボディラインしているので、胸しっかり入れてみるとかなり綺麗な感じになるかなと思いますね。どんな感じがいいとかあります？自然な感じですね。今回シリコンバック包協モディバのデミ235っていうそんなに大きくはないやつを入れるんですけど、あまり大きいの入れるとやっぱりシリコンだと不自然なので、自然な感じでできる範囲でボリュームアップできる感じでやっていきますね。シリコンでこう外に広がりやすいので、なるべく内側に寄せるのと形きれいにカットして最後にベルしてるので使えるんですけど、注文とかだったら血管があんま出ないようにとあんま浮き出ない、なんていうの分かりやすく、じゃなければ全然、なるほど OK です。マーキングを行っていきます。まずは正中部ですね。この方谷間も自然な感じにしたいということで、正中部しっかり剥離するために真ん中を決めます。この真ん中になるべく沿って入れるのと、あとは乳房下縁ですね、胸の下のところ、バージスラインと言われるところですね、そこもしっかり剥離して整えていく感じです。この方もともとのお胸の形がとても綺麗なので、しっかりとその本来の形を生かしてサイズアップをしていきます。そのためシリコンバッグをどの場所に適切に挿入するかというのが非常に大切になってくるので、マーキングというのは非常に大事な作業ですね。この三角で書いていて、乳頭と真ん中の正中部位の位置が均等になるようにマーキングを行っていっています。これは非常に大切な作業です。それではここから手術風景に入っていきます。手術風景が一部グロテスクなシーンもあるので、苦手な方は1週間後のダウンタイム経過のところまでスキップしてください。まずはこれ、白い液体はプロポフォールという麻酔液ですね。シリコンバック包協、全身麻酔で行う場合もあるんですが、今回の方は静脈麻酔で行っています。そしてメスで脇のところですね。今回は脇のところから入れていくので切開していきます。本当に大きいものを入れる場合は4センチ5センチと切ることがありますが、大体3センチから 3.5 センチの傷を開けてシリコンバッグを挿入していきます。そして止血作用として電気メスを使っていますね。やっぱりこのシリコンバッグ包協、脂肪包協と違って出血のリスクがあるので、出血するところはしっかりと電気メスで止めながら視野を確認しながら行っていっています。次、これ入れているのが致命線滴ですね。乳腺の下、乳腺下というところに入れるので、しっかりとその層を致命線滴に膨らまして剥離も兼ねて、さらに麻酔作用があって止血作用もあります。リドカインという麻酔作用のある液体が入っているのとエピネフリンが入っていますね。これでしっかりと止血操作を行えるようにしています。この作業本当に大事で、これを入れておくことで剥離範囲もしっかりできて、さらに手術中の出血がしないような予防効果も兼ねています。非常に大事な作業になっていますね。だいたい片側 200cc ぐらい入れることが僕は多いですね。しっかりと入れていっています。次に入れたら手で剥離ですね。乳腺下の層を意識してその層だけ手で剥離していってます。鈍的に剥離するので、鋭いハサミとかでカットするよりも出血のリスクが少ないですね。愛護的、優しい感じで剥離範囲を広めていってます。手でできる限り僕は剥離をするようにしています。次に爆粒鉗子というものを使って手で届かない奥の方のやつを剥離していってますね。この手術で大事なのが、どの層に入っているかっていうのを的確に見極めながら行っていくのが大事です。マーキングで書いている乳房の下のラインですね、乳房下縁の位置を意識して剥離します。こちら使っているのが、次はブーメラン鉗子ですね。爆粒鉗子とブーメラン鉗子を使って乳房の下のところをしっかりと剥離していっています。そして今空気を入れているのがエクスパンダーという機械です。例えば今回だと 235cc の空気を入れることによってシリコンバッグがどの層にしっかり来るかっていうのが分かります。一回やってみて、例えば内側の剥離が甘い場合は追加でエクスパンダーを取り出して剥離してもう一度確認なども行いますね。この作業も非常に大事になってきます。シリコンバッグを入れる前にどんな形になるかっていうののシミュレーションができます。なるべくシリコンバッグは一度入れたら取り出したくはないので、形を確認しながら行っていってます。さあ、いよいよシリコンバッグの開封です。このピンクのおしゃれな箱に入っているのがシリコンバッグですね。モディバエルゴノミクス2デミ 235cc です。こちらを取り出して入れていきますね。結構厳重な感じでシリコンバッグは入っています。
確かコスタリカがどっかの会社ですよね、モディバっていうのは。こんな感じでシリコンバッグ包協が入っているので、それを今から開けていきますね。開けたら、またその中にシリコンバッグの袋が入っているので、それを手袋で、滅菌手袋ですね、取って、ここで工夫を加えています。このように、モディバの袋に穴を開けて、その中にイソジンヨードの消毒液を混ぜていきますね。ヨードっていうのはかなり殺菌作用の強い物質なので、これを入れておくことで本当に消毒、除菌作用、感染対策になっています。そしてしっかりとヨードに浸したシリコンバッグを入れていくようにしていますね。そしてこのビニール袋みたいなのがケラーファンネルというものですね。この中にシリコンバッグを入れて、そのまま挿入していきます。さあ今から挿入していきます。しっかりとこのケラーファンネルを押し込んで、ぐーって感じでお胸の中に入っていきました。スッと入ってきましたね。この流れでシリコンバッグ補強は行っていってます。それでは術後1週間の経過を見ていきましょう。術後1週間ですね、のダウンタイムちょっと聞いていこうと思うんですけど、どうでした終わった後とかは。3日目ぐらいまではしんどかったんですけど、4日目以降は全然いつも通り。いつも通り。ちょっと脇が変な感じしたなぐらい。今もしますよね。今もちょっとだけ。3日目まではどんな感じで痛かったとかですか？痛かったです。胸が痛くて、寝て起き上がるのがしんどかった。まあそうですよね。ちょっとやっぱりその補強、シリコンバッグ補強と脂肪補強があって、シリコンバッグ補強はこの胸の乳腺の下に今回入れてるんですけど、乳腺の下の組織をちょっと剥離して、その中にシリコンを入れるので、ちょっとやっぱ剥離範囲が脂肪補強より多いので、お胸に関しては結構痛いかなと思いますね。で1週間ぐらいが痛いっていう人多いので、それはちょっと個人差ありますけど、ちょっと痛いと思って受けてもらった方がいいですね。脇のところはどんな感じなんですか？引っ張られてる感じ。引っ張られてる感じ。一応その傷を脇から入れてる、つけてやってるんですけど、その部分がちょっとやっぱり引っ張られて張ってる感じとか、ここから入れてるんでちょっと全体的にこの部分が張ってる感じがあるかなと思いますね。腫れ内出血はどうでした？多分ない。1週間であんま出てないんで、内出血は出ない人は出ないので、ちょっと出てない方かなと思うので、いい感じですね。今硬さとかあれですよね、ちょっと違和感ありますよね。まだちょっとやっぱ張ってるので、入れた直後ちょっと伸びて結構テンションがかかって張ってる感じが出ているので、ちょっとこれは数ヶ月かけて徐々にマシにはなってきますけど、ちょっとこれは長いかなと思いますね。なんか気になることあります？これって胸が、皮膚が伸びてだんだん落ちてくるってことですか？この下にはいかないですよ、ただもうちょっと自然にはなりますね。あとは傷跡からちょっと脇のところを見せてもらっていいですか？ちょっと痛いらしいんですけど、ここに3センチぐらいの傷跡がちょっとかさぶたになってますね。まだ痛いですか？ここはやっぱり開けると痛いです。そうか、ちょっと待って。脂肪補強は5ミリぐらいなんですぐ治るんですけど、3センチから 3.5 センチぐらいなんで、結構剥離して縫ってるんですが、ちょっと結構痛いのと傷跡治るの遅いかなという感じですね。今の形でよかったらそのままでいいんですけど、普通の男性の人とか見たら分かんないと思うんですけど、僕とか見たらやっぱり多分分かるので、もしもうちょっと自然にしたかったら、こことかに脂肪とか入れて、ハイブリッドみたいな、後からでも、同時でもどちらでもいいんですけど、やってあげるとより形と、あと柔らかさも結構上からコーティングしてあげると自然な感じにはなるので、そこは今後やるのは一つ、やってみて考えてもいいかなみたいな。そうですそうです。サイズ感的にはどうです？めっちゃいい感じです。シリコンバッグのいいところはサイズが脂肪補強と違って、もう肉入れると変わらないので、あとはやっぱ形ですよね。やっぱりそのシリコンバッグ入れると若干やっぱりそのシリコン感が出ちゃうので、ちょっとごめんなさい。こういった時にワインにはならないんで不自然ではないかなと思うんですけど、よりもっと自然にやりたかったら今後脂肪注入とかもありかなと思います。術後その直後とかどうでした？フラフラしました？意外とめっちゃ元気です。元気に帰りました？元気に帰りました。どうやって帰ったんでしたっけ？タクシーで帰ったんですけど、近い人だと自転車で来ていいですかみたいな人いるんですけど、なるべく車とかで安全に帰っていただいた方がいいかなと思うんで、結果的には順調なんで、ちょっともうちょっと様子見てもらって、気になることあったらとか、ちょっと脂肪をもうちょっと足したいなとかあったら言ってください。はい、ありがとうございます。シリコンバッグ補強のいいところはこの1週間後から1ヶ月後、形の変化がないということですね。ということでビフォーアフターを紹介していきます。こちらビフォーですね。綺麗なお胸の形はされていますよね。しっかりとボリュームアップをしたいということでシリコンバッグ補強を入れていきます。ぐーっと胸をただの時の形はこんな感じですね。そしてこれが1週間後ですね。かなりボリュームアップしているのがわかるかなと思いますね。ぐーっとやった時に I の字の自然な感じになっているかなと思います。しっかりとボリュームアップできているのがわかるかなと思いますね。今回は22歳女性のシリコンバッグ補強、乳腺下の挿入の
のマーキングから施術風景、術後1週間のダウンタイム経過、そしてビフォーアフターを紹介しました。この方、今回でしっかりとバストのボリュームアップが実現できたので、今後より自然な形にするために脂肪補強も検討している方です。シリコンバック補強を入れた後によりナチュラルな形にしたいということで、脂肪注入を追加で行うことも可能です。今後も脂肪吸引や補強に関する動画を投稿していくので、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。また、動画の概要欄にある公式 LINE からシリコンバック補強モニター希望と連絡いただけると、毎月5名様限定のモニターキャンペーンをキャンペーン審査なしでご案内することが可能なので、よかったら公式 LINE から連絡いただければと思います。それでは。